皆様こんにちは。ビビるの家族役キャンピングカー生活の小宮です。現在我が家は後ろに見えるキャンピングカーで家族3人日本全国旅しながら生活する家族です。今回ブルーティーから最新のポータブル電源が発表されました。今日はこれを持って花見行ってまいります。ではちょっとことぶっかまってあ、焼き鳥あるじゃん。やったじゃん。結構いいお値段だけど、まあ美味しいんじゃん。これと、手羽の方。これカレー。温めなかったべよ。温めながら。あ、おにぎりいいんじゃない？おにぎりいいよ。はい。お父ちゃんの。かき餅。桜餅食べたい。じゃあこれ食べようよ。でこれでいいかな。ほら、あそことかめちゃくちゃ綺麗だよ。ここ桜めちゃめちゃ多い。めちゃくちゃ多いね。桜だらけだ。食べよう食べよう。お腹すいた。食べようよ。食べよちょっともうちょっとこっち来て。こっち。おにぎり冷たいままで私。おにぎりは冷たいままでいいかもね。あれ、おにぎりどこ？待って待って、大変だ。箸を忘れた。すぐだかう。ら。すぐそこに家があるっていう。餅。で今日はこの AC60 っていうブルーティーのポータブル電源をちょっと使います。はい、ということで防水防塵待ちわびてた方も多いんじゃないでしょうか。雨のキャンプ、そして木くずの舞う DIY の現場でも全く問題なし。この防水防塵に加えて実は他のポータブル電源では見られない得意な性質があります。まず容量がこの 403Wh という数値になるんですが、実は定格出力が 600W あります。この定格出力というのはこのポータブル電源が安定して出力できる電力のことを言うんですけども、通常この容量と定格出力比例するように作られているんですね。つまり容量が 403Wh であれば定格出力もだいたい 400W ぐらいになるんですけども、今回のこの AC60 は容量を大きく上回る 600W の定格出力を実現しています。だけどこれの消費電力が 650W なんですよね。これが 600W までしか使えなくて、これが 650W なの。そうなんです。せっかく食材を温めてお花見しようと思って持ってきた焼き鳥屋台の消費電力は 650W。 しかしポータブル電源の定格出力は 600W。 つまり 50W 分足りず温めることができない。だがしかしこのポータブル電源には驚く機能がある。その名は低電力モード。はい、実はこれ低電力モードというもので、消費電力 1200W 以下の電化製品が使えるモードになります。例えば 1200W の電子レンジ、900W の電動工具など、そのままでは定格出力 600W の AC60 では使えないんですが、この低電力モードをオンにすることでこの数値を定格出力の 600W まで下げて使うことができます。例えば今まで小型のポータブル電源では使えなかった電気ケトルなど、現場でキャンプなど行くとお湯沸かしたいのに沸かせないっていうことが多々あります。そういう時にこの低電力モードで 870W 本来消費するものを 580W で稼働させてお湯を沸かすことができるようになります。ただ出力を下げても実際お湯が沸くのかどうかというところをしっかりチェックしてみました。アプリと連動させます。バッテリー残量、現在の消費電力はこのように見ることができます。実際ですね、測り始めて約10分半ぐらいでしょうか。その時点でお湯しっかり沸いてくれました。その量満水の 1.1 リッターです。この時ちなみにバッテリーの残量は 65% になりましたので、うまくやればあと2回程度はお湯を沸かすことができるということになります。おそらく現場でかなり活躍してくれるこの低電力モードですが、一つ注意が必要です。こちらの電気ケトルを家庭用電源 100V で沸かすと8分かからずに沸きます。つ
つまり停電力で使える代わりに出力が弱まり、その製品本来の力より劣ることを理解することが必要です。そしてもう一つ、例えば 750W 出力のこちらのエアコン、一見低電力モードで使えそうですが、実はエアコンなどは起動するときに起動電力というものが発生します。これが例えば 2000W の場合 1200W を超えてしまうので、この手のエアコンなどは使えないということになります。ここは気をつけないといけないポイントになります。じゃあ電源入れて、で低電力モード、これで AC 長押し、あ、OK。これが出たから、コンセント挿していいよ、みっちゃん。はい。ここ？そうだね。いいの？刺すよ。いいよ。はい。あ、来た。来た。576。これがアウトプットされてるの？そうそう。0.6 時間使えるって感じだね、これで。0.6 時間で6分。35分、40分ぐらいかな。全然違うね。400ワットアワーだからそんなに容量はないよね。だから本当は増やしたければ、容量増やしたければここで拡張することができる。だから大型のポータブル電源に切り替えることもできます。これスマホの充電も置いたらできるから。本当に？来た？ありがたい。これ置くだけっていうの超いいよ。これ楽だよね。出力は下がってるけど全然温まってるって感じで。あ、やばいよ。もう 92%。やばい？急がないと焼き鳥まで追いつかないかな。空いたとこでいろいろ焼いた方がいいかもね。おー、いい感じ。結構早いからこれ正解だったね。おー、いい感じ。全然美味しそうに。めちゃくちゃ美味しそうだね。おいしそう。食べよう。どうぞ。あっちいよ。大げさでしょ。コメディアンみたいな。コメディアンみたいな。まあビール飲もうかなと思ったけど全然そんな暇なさそうだね。やっぱ家族で使うのは拡張もう一個欲しいね、これ。こういう使い方するちょっと焦りを感じるね。でもさ、こうやってさ温めて食べられるってやっぱり美味しくなるからいいよね。これは最高ですね。これ美味しい。これさ油断するとさすぐ焦げると思うんだよね。いや、焦げないわ。そうかな。花見ながらこうやってお外で食べるの最高だね。ちょっと花粉症がきついけどね。まだもうちょっと食べたいでしょ。一瞬で充電してくるわ。なれなくなったぞ。もう 1% しかない。この時ポータブル電源の残量は限りなくゼロに近かった。花見30分の末路、腹を空かせた家族たち。だがしかしこの状況を打破する能力がこのポータブル電源にはあった。その名は高速充電。はい、いざという時頼りになる高速充電。AC60 は静音、標準、高速モードと3つから選ぶことができます。早速高速モードどのぐらいかテストしてみました。はい、約1時間で満充電になりました。これは非常に速いスピードだと思います。さらにソーラーパネルからの入電は最大 200W を可能にしてます。このサイズのポータブル電源にしてはかなり大きい数値だと思います。で、気になる入電率なんですけど、これもかなりいい結果が出ました。こちらの 175W のソーラーでテストした結果 84W かな入ってて、弱利1500の方では同じソーラーからなんですけど 70W なんですね。弱利もすごく給電率いいんだけど、もうこっちの方が群を抜いていいですね。はい、そしてもう一つ AC60、個人的になんですけど、これが寒冷地仕様で使えるというところがとっても魅力的だと思ってます。他社のはだいたいマイナス10度環境までなんですけど、このブルーティーはマイナス20度環境で使えるので、北国でがっちり使えるのは本当に嬉しいです。はい、ただ使ってみて
ちょっと残念だなと思った点がいくつかありました。まず重さの部分が 8.6 キロあります。400ワットアワー、小型という部類になってくるとちょっと重たすぎるかなというのが正直なところでした。いろいろ充実した機能面の代償としてということだと思うんですけど、2リットルペットボトル4本分だと思うとなかなかの重さだと思います。そしてもう一つがですね、この AC60 に様々な機器をつないでいる間に万が一雨が降った時、今こうカメラで桜の花吹雪をタイムラプスっていう、時間をこう圧縮して撮影する方法があるんですね。天候を今見るとちょっと曇ってるんですね。でこういう時って雨が降る確率が非常に高くて、必ずカメラカバーをつけるんですけど、タイムラプスはかなり長い間こう撮影を回すんですね。1時間とか2時間平気で回すので、やっぱバッテリーが切れることがよくあります。で今まではやっぱりこの雨の危険性がある時は給電しながら撮影っていうのはできなかったんですけど、この AC60 はそれができるようになりました。だから本気で僕ちょっとこれ買おうかなと今思ってるんだけど、残念なのがここなんですよね。ここからやっぱ水が雨降った時に侵入したりとか、例えばこういうところに USB-C もついてますけど、防水のもちろんデバイスが必要ですけど、ここの接合面に雨の侵入がちょっと怖いんですよ。蓋ができるような感じとか、この周りとかカバーできるような設計にしといてくれたら、より購買欲が上がったなとは思うんですけど、はい、だからちょっとオプションとかでね、そういうなんかアイテムが出ればいいなってちょっと個人的には思ってるところですね。はい、ということで高い防水性に加えて高スペックの最新ポータブル電源で、個人的にはもう技術の進歩がものすごいスピードで進化してるなという印象でした。大変興奮しました。ただですね、その裏側で最後に一つだけお伝えしていきたいことがあります。製品評価技術基盤機構ナイトさんがまとめてくれた非常に貴重な資料があります。2017年から2022年までのポータブル電源による事故の詳細の資料です。発生件数は25件ですが、おそらくこれはまだ氷山の一角だと思います。その事故のほとんどがポータブルバッテリーの中に入っているバッテリーの焼損事故になります。しかも原因がほとんど不明なものなんですね。いきなり火を吹いたり爆発するというものです。しかもそのほとんどはネット通販で買われたもの。ほとんどの方がそういう買い方をおそらくポータブル電源はしてると思いますので、人事じゃないと思います。で僕も実際使ってて、この資料を見た時に血の気が引いたんですけども、実際今ですね、このリスクをある程度回避することが可能になってます。その一つが使われているバッテリーの種類を把握するということになります。一気に普及したリチウムイオン電池ですが、実はいくつかの系統に分かれています。最もエネルギー密度の低いリン酸鉄から最もエネルギー密度の高いコバルト系ですが、安全性を考えるとこの関係性が真逆になります。つまりコバルト系が一番安全性が低く、リン酸鉄系が安全性が一番高いものになります。ポータブル電源に関しては、実はこの真ん中にある三元系という電池が一番多く使われています。コバルト系の安全性を高めて車載向けに改良されたものなんですけども、我が家に積んでいる4台のポータブル電源も全てこの三元系になります。しかし先ほどの資料の通り、三元系にもこのような事故が起きているのが事実で、安全性に乏しい部分がある。よって現在はエネルギー密度が一番低く安全性が一番高いリン酸鉄系への移行が始まっています。エネルギー密度の低さは技術の進歩によりかなり三元系に近づいてきているらしいです。リン酸鉄系に限っては、発火せず発煙のみということなので、安全性が飛躍的に向上することになります。さらに三元系よりはるかに寿命が長くなります。つまり買う前のリスク回避として、まずリン酸鉄系のポータブル電源を選ぶことが必要になってきます。しかしこのリン酸鉄系への移行が進む中、ネット通販ではもうリン酸鉄ポータブル電源が溢れているんですけども、この中にはいくらリン酸鉄でも粗悪品が混ざっていることも確かです。では何で判断するかというと、一つ保証期間というものがあります。実はリン酸鉄は寿命が約10年ほどと言われていますので、現在トップブランドなんかは保証期間最長5年なんていうところも出てきています。
今回の AC60 に関しては業界最長の6年保証がついてますので、これはすごく評価できる点だなと個人的には思いました。そこに付随して買う前のリスク回避、2つ目が実在する有料企業から買うというものです。先ほどの資料の事故の後、実は最も多いのが輸入事業者が不明であるため処置が取れなかったということなんですね。つまり売っ払って頓挫してるっていうことですよね。これはですね、本当に恐ろしいなと思いました。なので今回のブルーティーのように実績がちゃんと伴った歴史のある企業の正規代理店ですね、そういうとこからの購入がいいのかなと個人的には思います。でやっぱりこのブルーティーのいいのは、この発明特許とかソフトウェア著作権とかですね、こういうものがかなり多くあります。また今でこそこのリン酸鉄への移行が激しくなってますけど、ブルーティーに限っては実は2020年にもうすでにリン酸鉄への移行を完了してます。今回の防水防塵の AC60 に関しても多メーカーがこれから追従してくるのかなというイメージです。実際ブルーティーには日本企業もあります。あとはサポート体制、電話もちゃんとつながりますので、この辺も安心材料の一つかなと思います。大丈夫？行くよ。いいよ。皆さんこんにちは。ビビる家族が行くキャンピングカー生活のコミュニです。現在我が家は後ろに見えるキャンピングカーに家族3人で暮らしながら生活中です。日本全国旅しながら3人家族で回ってます。今日はこちらのブルーティーから発売されたポータブル電源を使ってお花見行ってみようと思います。では行きましょう。レッツゴー。オッケー。もう一回、ワンモア。皆さんこんにちは。ビビるの家族です。キャンピングカー生活のオッケー。ラストスタート。はい。皆様こんにちは。ビビるの家族です。キャンピングカー生活の現在カメラは後ろに間違った。見てる方向間違ったか。カメラこっちだとこっちダメかなこれ。すいません、ありがとうございます。なんかお邪魔したの。